こんにちは。皆さん、今日は調子いかがですか？宗介先生とふんわり魔法の授業室へようこそいらっしゃいました。このチャンネルは、私たちがいつも考えることでありながら、なかなか他の方に相談したり、自分の中で考え進める、よく見つめてみることが難しいような内容について、皆さんと一緒に対話をさせていただくことで、より探求を深めてみよう。より、生きやすく暮らしていく。そういうことが可能なのだろうかというところを見つめてみよう。そういう趣旨で始まったチャンネルでございます。さて、そこで今日いただいているご相談なんですけれども、これは生徒さんから、お子様側からの質問、相談ということですね。学校で、あるいは学校でなくても、友達の前で、なぜかいつもの自分でいることができないと。だから、もっとね、自分らしく過ごしていたいのに、どうしてそれができないんだろうか、というお悩みをいただきましたね。反対に家で過ごしているときは、自分らしく普通に過ごすことができている。けれども、なぜ外だとそれができないのだろうか。そこが辛い。というようなお話をね、今回いただきました。これはね、皆さんどう思いますか？どなたもね、誰しもこういった自分以外の人々、自分以外の存在と自分の感じることや考えることが一致していないなというか、テイストが違うなって感じる、そういった経験をしたことのある方も多いと思うんです。例えば、そうですね、今回のいただいた話に関連させて言えば、お友達と一緒におしゃべりをしているときに、学校でお休みの時間にね、そういう時があって、そこで、おしゃべりをしていると言ってもね、例えば休みの時間に30人で集まってみんなでおしゃべりをしているっていうようなことはなかなか考えにくい場面ですし、いっぱいあることじゃないと思いますので、そんなことだったらね、それは学級会みたいになっちゃいますからね。それは授業じゃないかっていう話で。そうではなくて、休み時間に、何人か、普段とても仲いい、ある程度仲いい、それなりに仲いい、そういうみんなで集まって、取り留めもなくお話ししている。という状況ですよね。こういう時に、お友達たちは、例えば自分の好きなアーティスト、バンド、音楽活動の話をしていて、その方のライブがね、YouTube で映像上がっていたとか、今度ツアーがあって、そのチケットを予約するんだ、しないんだとかね、当たった当たらないとかそういう話をしているんだけれども、自分は一応知ってはいます。そのアーティストさんのことを知ってはいますし、いろいろちょこちょこと聞いたことはある。で、別に嫌いではないのだけれども、そこのみんなが語っているぐらいにね、の熱量は当然ないし、あとそこまで自分から入っていくほど知らないから、相槌なども難しい。例えばそのバンドのこれこれっていう人って何々が趣味なんだよねとか、こういうの好きでって聞いたから私もそのねグッズ持ってるんだみたいな、そんなことはもちろん到底言えないと。そういう場合は今ねこの人工的に考えているこの方はなかなかねお友達のおしゃべりに入っていきづらい状態にあると言えそうですよね。こういう場合のね、対応の仕方というのもまたそれぞれのね、皆さんの個性の出るところですよね。強気な方だったらね、そんな話はいいから、ちょっと、この間のね、運動会の話しようよ。運動会の話をする人はあんまいませんかね。ちょっと面白いですね、それね。自分のね、今度は自分の好きなものの話で、他の人もね、入ってこれるような話をしたりとか、
他の人が入ってこれる来れないとは別に、自分の好きな話をしだすっていう人もいますよ。これらのね、どれがいい悪いっていう話では全くなくて、ただね、今回ご相談者の方はこういう場面でそうそう自分の言いたいことばかり言うっていうタイプではないみたいですね。かといって他の人にしっかり合わせてあんまりずっとねその場を盛り上げ続けようとか、その場で自分も楽しく過ごしてみようとまでもなかなか行ききれない。この場合ね、じゃあどうしたらいいんだってことになるかと思うんですけども、まず第一にはこういう場面でどう、なんて言うんでしょうね、やり過ごすかというのは、固定的な対応の仕方をすると、それはまたね、面白くない方向につながるような気がしますね。やはり何かに対応するときに自分の対応の仕方がルーティン化していくほど、もしかしたら楽にはなるかもしれないんですけど、ね、この相談者さんの方のような様子だとより虚しくなるんじゃないかなと感じます。そのね、本当にただ表向きって言って聞いてあげるだけみたいな形になると思いますから、今までより面白くないぞってなると思うんですよね。他方で、じゃあもっとね、自分からガシガシ入っていって、その人ってどういう趣味があって、どんな生い立ちなのって、どこで音楽の修行したのとかね、どんな楽器他に弾けるのとか、あんまりそうガンガン入るっていうのも、それがね、こういう事柄っていうのは実際そうやってみると、意外と自分もね、興味あった。結構面白いじゃん、そのバンドとか。かっこいいじゃん、その人って思えてきたりすることもあるので、この道筋もね、もし可能な方はね、試してみてほしいと思います。だけれども、そこまでも行きづらいかなっていう場合もあると思うんですよね。なので、こういう場面っていうのは、このように対応しておけば自分の気が楽で、他のみんなにも、変な印象を与えないかな、みたいな決まったやり方があるという理解を自分の中でしないでおく。それが一番ポイントなんじゃないかなって気がしますね。それらは結構余談なので、自分がこういう反応しちゃったら、あの人はこう感じるだろうとか、自分がこうしないと、ああなっちゃうだろうっていうのは全て余談ですから、やっぱりね、このチャンネルで、これまでももうね、出てきましたし、これからも絶対出てくる事柄としては、そういう余談などなどによって自分が見る世界を狭めることはもったいないぞっていうことなんですよね。そこで、どういうふうにね、今お悩みがあるっていう状態でしょうから、考えていくと少しそのお悩みも気が楽な方へ傾いてくれるかなっていうことを一緒に考えてみましょう。どうでしょう。家でいるのは楽。外ではちょっといつもの自分でいられない。だからいつも自分らしくいたい。今の理屈の流れだと、家でいる方が普通の自分だというか、本来の自分だっていうイメージなんですよね。それがね、いけないってわけではなくて、先ほどのね、余談っていう話とも関わってきますけれども、家にいる時の自分の振る舞いがスタンダードなものなんだというか、自分のノーマル、ナチュラルなものなんだっていう発想が、もしかしたら自分自身を苦しくしちゃっている可能性がありますね。これは、その今ね、精神面、メンタルの方に
こう軸足を置いて考えているので、もしかしたらイメージが難しい場合があるかと思うんですけれども、今この動画を収録しているのは冬場、真冬と言って良い時期ですけれども、家の中はヒーターが効いていて暖かい。でも外に行くと風が冷たい。雪が降っている。ずっと外にいたら死んでしまうぞみたいなことがあるとして、それとそんなに変わらない状態なんじゃないかという理解はいかがでしょうか。家の中で暖房が効いていて、そこでまあね、僕がね以前一個だけまずね上げさせていただいている RPG のとかテレビゲームとかのね動画を上げさせていただいてるんですけど、千の奇跡というゲームのまあそれは今はここでは良いんですが、家で暖かい中でまあみかんでも食べながら RPG テレビゲームをやると。これはもちろんテレビゲーム好き、自分の好きなことをやっているという意味合いで心地よい場面だとは思いますが、同時にもっとね物理的な意味でもただ暖かいよと。あと動いてないから体も楽だよと。そういう状況にありますよね。これがじゃあ学校に行かなきゃ、お仕事行かなきゃ、お買い物行かなきゃ、まあお友達と遊びに行くことになっているから出かけようみたいなことになると、まあこんなことがあるだろうな、あんなことがあるだろうなっていう予断の面もさることながら、寒いですよね。今冬の設定です、今ね。外寒いからなんか着なきゃいけない。裸ではいけない。T シャツ1枚も真冬の時期はちょっといけません。アウター1枚も無理。じゃあやっぱりコートまで着ないといけない。アウターとコートのね、とかその使い方間違ってるかもしれませんけども、防寒着を着なきゃいけない。それそのものっていうのがまずね、細かく見れば体にちょっと負担ですよね。いっぱい着込まなきゃいけなくてちょっと重くなる。で、しかも外に出れば、まあ雪の降る地方であれば雪が降っています。降らない地方でも、例えばとても冷たい風が吹いています。ものすごく乾燥しています。それっていうのは人間の体にとって気にしない人もいると思いますけど、家でゲームしているよりは負担になることは間違いないですよね。そうすると、物理的に言っても、自分の普段リラックスして休んでいるお家にいるより、外にいる方が体力、エネルギーを使うのは疑いないことなんですよね。だから、家と全く同じように外で過ごすことっていう感覚、自分自身の捉え方、そういうものが本当にあり得るかどうかっていう部分を、このご相談者さんは一回確認してみるといいかもしれませんね。当然家にいる方がいろんな面で楽だし、自分の自由が利くし、その方が心地よい場合が多いっていうのは間違いないと思うんですよ。友達の前、友達だけじゃなくてもね、外、会社でも学校でもどういうものでも当てはめていただいて良いと思うんですけれども、その外では家でいるような自分でいられないと。楽な自分でいられないというのは、これは当たり前のことなんじゃないだろうかと思うんですよね。もちろんね、まるで家にいるかのように外でも振る舞う。そういうことにね、近いような形になっている人たちももちろん存在しますよね。すごく外でもパワフルだし、家の中に帰ってきても元気なんだろうなって。そういうふうに見える人たちというのは結構います。ただね、そうかといって、そういう人たちは一切病気をしないとか、気持ちが落ち込まないとか、例えば全然エネルギーを使わないから、寿命が来ないとかね、そういうことはどうやらないようですから、
反対にものすごく元気に見えていた人が、ある日突然ね、こう、姿を消すと言いますか、亡くなってしまうっていうようなことも、この世の中では起きているらしい。そう考えると、どこに重点を置いて、そこが自分の軸だと思ってるかどうかによって、今回のご相談者さんのようなお悩みや疑問が発生してきているというふうに考えるべきなんじゃないでしょうかね。つまり、ちょっとまとめてみますと、家の中では自分らしくいられるのに、外では自分らしくいられない。だから、いつも自分らしくしていたい。というお悩みだったんですけれども、実はここでね、今皆さんと一緒に考え進めてきた、お話を進めてきたことによれば、それらはどの場面も自分の表現なんじゃないだろうか。ということですね。家では、もう分かりやすく考えるとこたつがあるから暖かく過ごせる自分がいるし、外では寒いからダウンコートを厚着していなきゃいけない自分がいるし、家ではね、RPG に対して、ゲームに対して面白がっているのが良いから、そういう風に楽しめる自分がいるし、外では他の人との関わりがあるから、自分が話していないときは他の人が話している場合もあるだろうし、他の人が話していないときに自分が話す場合もある。その場面でもちろん話さない場合もある。そういう、その、外の状況に応じた自分がそこにいます。そういうだけ？つまりはそれだけなのではないだろうか。したがって、もうすでに私たちは自分らしくしています。というふうに言うことができないだろうか。というまとめになりそうですかね。もちろんね、前回もお伝えしましたけれども、このチャンネルは一定の答えを私の方で何か用意して皆さんにお伝えする。そしてそうやって暮らしてみよう。そのルールに従って生きてみようっていう趣旨のチャンネルではないですから、こうやってね、一緒にお話しさせていただいて、皆様がどう感じたか、それを大事にしていただきたいと思います。その上でね、いや、もっと自分はこう思うとか、多少一理あるかなとか、そういう思いが味わっていただけたら、それを自分の生活の中でね、確認してみたり、試してみたりしていただければなと思っています。さて、では今日はこの辺りで終わりにさせていただこうかなと思います。ここまでお聞きくださってありがとうございました。また、皆さんのご相談など、順々にね、ここでアップさせていただきたいと思いますので、もしよろしければコメント欄などでね、いただけますと、それも含めてまた動画としてアップさせていただこうかなと思います。それでは、ここでおしまいです。ぜひ皆さんもお元気でお過ごしください。では失礼します。さようなら。